到着しました。久々、こちら。宮城県。ご乗車ありがとうございます。本日はどちらまで？松島までお願いします。空港からだと40分ぐらいか。初めてじゃないですかね。仙台は結構来てるけど、今回行くのが塩釜は初めてだね。立ち寄ったこともないと思います、一回も。いつも世界一長い市場、石巻市場の方にはよく行くけど、塩釜といえばね、マグロが待ってますね。前回インタビューが思いのほか好評だったので。質問かな？今回インスタグラムで募集をさせていただきましたね。テーマを決めてもらってたと思うんですけど、仕事のこと、家族のこと、魚のこと、この3つですね。じゃあ、仕事をしていて一番嬉しいことは何ですか？やっぱり喜んでもらえることじゃないでしょうか。みんなと同じく。どんな時に喜んでもらえるシーンがありますか？この魚屋の仕事に戻って思うのは、お客さんと距離が近いじゃん。前の仕事だと IT とかだと結局顔も見えないし、自分の仕事がどう評価されてるかわかんないけど、パフォーマンス良ければすごい喜んでもらえるし、単純にリピート来店してもらったり、 EC サイトでも美味しかったっていうコメント付きで再購入してもらえると嬉しいね。リアルにその声聞くことが多いですか？ネット上で聞くことが多いですか？今 SNS もやっぱすごいから、わざわざね DM くださる方もいるし、お店にいたりとかで声かけられたりも多いですか？お店にいると、なんかよく YouTube 見てますとか、チャンネル登録してますって声かけてもらうことも多いんだけど、どっちかっていうと、今日これ食べてめっちゃ美味しかったですとか言われた方が嬉しいかも。もちろんそのチャンネル登録してくれてるとか嬉しいんだけど、プラスね、何が美味しかったとか、お気に入りのメニューこれですみたいなのがあると嬉しい。普段そのお店にいないですもんね、森さんは。週2、週3ぐらいはいるかな。イベントとかだとね、確実にいらっしゃることが多いですもんね。マグロ解体ショーとかね、イベントは絶対いるね。社長はほぼ毎日セントラルパーク店にいますか？社長はほぼセントラルパーク店にいます。楽天時代、前職時代に実際に魚屋を継ぐために得られたスキルで一番ためになったものが。私これ講演会とかでもよく話すんだけど、スキルっていうより動機とか人脈、本当今になってありがたいなって思う。その時の未だに繋がって、例えば SNS 上でこんな活動してんだとか、仕事の依頼もらったりもそうだし、逆にこういう仕事してるのちょっとこういうの相談してみようかなって、結構みんないろんな業界に行ってるから、海外でお酒作ってる子もいれば、子供食堂やってる子も、学校やってる子もいるし、自分で起業されてる方もいるし、友達は宝というか、魚屋しか知らなければそういう水産のことしかわかんないけど。しかもあれですよね、同期世代っていうのは脂が乗ってる時期だと思うので、いろんなところで活躍してたりとか、経営されたりとかが増えてきてるんじゃないですか。だってもう40代の子多いから、もうバリッバリだよね。またこれからね、面白い展開がありそうですね。世界は広い方がいいよね。一番ぶっ飛んだ仕事をしてる人っているんですか？楽天同期で。この人は一番、森さんも結構ギャップがあるじゃないですか。ぶっ飛んだっていうのは IT 真逆という。からそうです。みんなが知ってる有名企業のトップとかになってる子もいるけど、ギャップで言うと私は結構変かも。まあそうですよね。割と地域創生だったりとか、地産業の支援を EC の力を使ってやってる子たちも多いから、そういう意味では同じような現場感を持ってやってる人多いかもしれないね。後取りも多いですか？家業を持ってる子はあんまり、まあでもいるはいるかな。面白いよね、話すと。毎日水仕事をして手荒れはしないんでしょうか？手荒れはそんなにカサカサしてる。でも、どちらかというと、一日中私魚を触ってるっていうよりか、朝魚の仕事をして、あとはデスクワークしたりとか、店舗立ったりとかしてるから、どっちかっていうとその包丁豆みたいなのとか、切り傷、下手くそがつく傷、この辺。手荒れっていうよりか、怪我。右利きなんで右手に豆ができて左手が切ることが多いですか？そう。こうやってると魚さばいて大体みんな最初に怪我するのここだと思うんだけど、スパーンみたいな。めちゃくちゃ血出るから、ここ。気をつけてね。ちなみに今までで一番大きい切った怪我。それはもう今でも忘れない。苦手な方はすいませんけど、私未だにこの左手の人差し指のこの先っぽの感覚がないのよ。ここをマグロをさばいてる時に切っ
て、ペロンって、ほんと皮1枚。で、それを、どうしようってなったけど、社長が、おい、テープでくっつけとけって言って、テープでくっつけて、半日ランチ働いて、病院行かずにですか？病院行って、そしたら縫うことになって、包丁がめちゃくちゃ研いであったから、切れ味が良くて、細胞が死んでなくて、くっつきますって言われて。いい包丁ってあれですもんね、繊維を壊さないです。そう、だから本当に包丁の手入れってこういう意味でも大事だなって思ったから、皆さんぜひ包丁をちゃんと研いでくださいね。家族のことに行きますよ。森家の食卓。お魚屋の森家で食卓にお肉が出てくる頻度ってどれぐらいありましたか？毎日。毎日ですか？でも、小学校とかぐらいまではほぼ出なかったかも。外食でテスト良かったねとか、発表会の後とか焼肉行くぐらいで、基本魚だったかな。でも成長期になってから、肉っていうリクエスト結構してたから、朝からカツ丼とか、朝から肉カレーみたいなのさっちゃん作ってくれてた。朝昼晩と魚が並んでるようなイメージが多分皆さんもあると思うんですけど、肉の方が多いってことですか？中高はね、リクエストしてたから、魚ばっかじゃんみたいな。でもお弁当に寿司入ってたりしてたけどね。なんかその質問も来てて、子供の頃のお弁当の定番のおかずはやはり魚でしたか？うち中学校の時に回転寿司をやってたの。回転寿司を経営してて。聞いたことあります。その回転寿司の残ったやつを弁当に入れられてたから、朝菜ちゃんのとこの弁当、寿司入ってるみたいな超噂になってて、みんなもらいに来て。そりゃそうでしょうね。保冷剤でガッチガチにしてて。でもある日、保冷剤ついてなかったから、今日普通の弁当だと思って、うちの学校さ、保温器みたいなのがあったの。お弁当を温めておいておけれる。で、そいつに入れといたら、ほっかほかのマグロの握りが出てきて、あれ今日寿司だったんかいみたいな。ネタは何が乗ってるんですか？いろいろ、でもそんな悪くなんない。例えば、穴子の握りとか、鉄火巻きとか、葉っぱ巻きとか、卵とか。私、ホッキ貝サラダが大好きだったから、それが余ってる日は絶対乗せてもらってた。お弁当は社長が作るわけじゃないですよね。社長なんか弁当のベの字も知らないよ、きっと。さっちゃんが毎日、すごいな。森家の食卓に上がるもので好きなおかずランキング。一番好きだったのは、さっちゃんの鮭のムニエル。これがうまいんだ。お店のムニエルとはまた違うんですか？胡椒が結構しっかりしてて、なんか美味しかったんだよね、あれ。一番好きだったな。未だに作ってくれます？ご飯食べに行くと作ってくれる時あるね。変わらんね。今度やってほしいですけどね、動画で。出てくれないですかね、さっちゃんは。さっちゃんの顔出し嫌だって悪いことできなくなるから。それ第1位。第1位。1位から発表していくスタイルだ。第2位は、煮物かな。イカとか、タコとか、大野菜、じゃがいもとか、玉ねぎとかで煮つける煮物。めっちゃ美味しかった。ああ、いいですね。煮物が多いっすか？煮物多かった。美味しかったな。第3位は、今も結構一緒に食べたりするけど、ちらし寿司。めちゃくちゃさっちゃんのちらし寿司って美味しいのよ。酢飯も自分で作るんだけど、その上に乗せるものもなんかちょっと独特で、煮たタコとか、結構みんな乗せない、普通色鮮やかな刺身とか乗せるじゃん。なんか茶色めなんだよね。茶色め。ちらし寿司なんで、割と色とりどりなものが乗ってるイメージがあるんですけど、茶色ってどういうことですか？煮た魚とか、そういうのを乗せたりとか、漬けにしたお刺身とか、やっぱりうち、新鮮な魚をさ、こう食卓で私たちが食べるっていうより、残った魚をさ、お家で消費してたから、そうやって工夫してくれてたんだろうね。これ美味しいんだよな。工夫が一手間かかってて美味しいっていう。そう、昔の思い出の味だね。なんかまかないに近い感じなんですかね。そうだね。これなんか皆さん興味あるんじゃないですか、さっちゃんのちらし寿司って。今度一緒に作ってくれるかな。やってほしいですけどね。ちらし寿司と鮭のムニエルを作る会っていうの。昔の味を教わろう。いいね。じゃあそれ企画しますね。骨や頭の美味しい食べ方、釣りをするのでたくさん出ます。アラは焼いて骨も頭も、はい、でそれを汁に入れるのが一番いいと思う。魚焼きグリルで焼くんですか？魚焼きグリルで焼いてもいいし、普通にフライパンで焼いてもいいし、そのまま入れるとやっぱ臭みが出るから、一回焼いてちょっと塩振ってね、臭みを取って、味噌汁に入れるとマジで美味しいから、ぜひやっていただきたい。釣りをするからね、たくさんあるんでしょうね。ちょいね、アジとかだったら骨せんべいにしてもいいんだけどね、砕いてふりかけとかにしてもいいし。金華サバ、クジラもいっぱいある。魚屋さんコーナー、ここがね、地魚がめちゃくちゃあって面白いんです。サンマは今日入荷ないみたい。もうシャープが出てます。今年はちょっと好調な出だしだそうです。
全国クジラフォーラム石巻、何やるんだろう。社長好きそう。2階に行きます。2階がフードコート。やってきました。かきグラタンとアイスティー朝食。すごい。かきの殻に入ってる。ああ、すごい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 。いやー、丸々1匹だ。もうこれでかきないわ、こっち。いきます。タイム。タイム OK。うまい。やっぱ牡蠣とクリーム系って合うもんね。しかもこのサイズちょうど食べやすくていい。これ売りたいな、こういうの。これイベントで売ったらいいね。チンカーとか、これいいアイディア。世の中は牡蠣有名だからね。ここに来た目的は、お店でさ、売れる商品を今探してて、宮城のものでさ、宮城フェア。面白いな。海苔？梅味とかオリーブ味とか唐辛子味とかいろんな味があって、多分ふりかけとか石巻で採れた海苔で作ってるので結構値段お高めだったけど売れそう。本当だ、石巻一番摘み、ね、一番。あとこれうちでも違うパターン売ってるけど、サバチップめっちゃ人気で、これ安倍町さん前ちょっと一回お邪魔したことあるけど、安倍町さんの商品だから一回買ってみて美味しければでも売れそう。増えましたね、このサバチップ。サバ人気だよね。やっぱこっちはさ、金華サバのイメージ強いから、サバはね、最近不良みたいだけど、有名だからね。あとこういう、これ売れそうじゃない？こういうの。ああ、それは売れそう。これ今ワンパック500円とかで言ってたけど、魚屋さん行くとこういうの買いたくなるから、これとかね、良さげ。これも石巻で作ってる。醤油？今、我々、マグロに合う醤油を開発してるんですよ。桑田さんの動画でもお知らせしたんだけど、それの試作に試作を繰り返してて、醤油いろいろ集めて試食してるんですよ。これサバに合うって書いてあるから参考に。珍しいですね、サバに合うって限定してるの。ねえ、サバがよく取れるとこだからこういうのを作ったんだよね。宮城サーモンにも合うって脂が乗った魚。思うんだけどやっぱりマグロの醤油もさ、赤身ってやっぱ漬けとかにするからちょっと甘みがよくって、で大トロとか中トロのトロ系とはまた違うもんね。うん、全然違いますね。それをなんか差別化して作りたい。いい発見がありました。やば、めっちゃ並んでるな。嘘やん。あと一組。松島さん、あなご丼は。私はこちらをオーダーしました。松島アナゴ有名だしね、牡蠣も楽しみ。かわいいね。山形もそうでした。出てきました。あ、でもタルタルだな、あの。かき物のタルタルがなくなっちゃう。ご飯もああいうことだ。本当ですか。多いですね。本当の人だ。鹿はそうですね。ごちそうさまでした。ちょっと残しました。お腹いっぱい。はい、いらっしゃいませ。す
すごいいい匂いする。食べ歩きするには最高だね。お、笹かまの有名なところ。鳥。あ、あったあった。こけし。再び、こけしリバイバル。前回なかったよね、これ。これにしてみる。わあ、みんな上手。どうする ?100 円で1食追加するかしないか。何を書くかによるな。集中しすぎて、時間忘れそう。品でドキドキ。最後。さっちゃん、顔出し深めさっちゃん。完成。坂なんやのかなちゃん、森さっちゃん、さん社長からのファミリー、魚屋の森さんだるま完成。ということで旅館に帰ってきました。今日は雨降ってないけど明日の漁は無事出れるといいな。一応ね、はえ縄が1船入船することは確定しているそうなので、塩釜のマグロの水揚げ見れると思うんですけども、いっぱい見れるかな、ちょっとドキドキです。先ほど作ってきたこけし視聴者プレゼントパート2、魚屋の森さんだるま、めちゃくちゃ頑張って書いたので、これを1名の方に視聴者プレゼントとしてお届けしたいと思います。前回は SNS のリツイートとかだったかなでエントリーだったんですけども、ちょっと管理がしきれなかったので、今回は概要欄にある寿商店オンラインショップで何かしら金額制限ないので、ご購入いただいた方にその中から抽選でお一人の方にプレゼントしたいと思います。商品の発送をもって当選発表とさせていただきますので、当たった方は SNS で当選したことを教えていただけたら嬉しいです。オンラインショップで注文の際に備考欄にこけし希望っていうことを書いていただいた方の中から抽選でお届けさせていただきたいと思います。日頃の感謝を込めて魚屋の森さんだるま、皆さんのお守りに置いていただければと思いますので、ぜひご応募の方お待ちしております。ということで、明日の宮城県塩釜漁港編楽しみにしていてください。ということで、バイバイ。これ何？海鮮丼3色丼？海鮮丼。すごいメカブなってる。グリーン笹かな。宮城名物。